皆さんこんにちは、みやまです。本日はよいしょじゃんとこちらのですね、仕事用のバッグの中身についてご紹介していこうと思います。まずこちらのバッグについてなんですが、これはガストン・ルーガさんからいただいたもので、スプラッシュ13というバックパックになってます。かなり防水性が高いビーガンレザーを使用したバックパックになります。で、サイズ感的には11インチから13インチのノート PC が割と余裕で入るサイズ感になってます。で、見た目的にもちょっとマットなツヤ感がある感じで、シックな服装にも合わせられますし、防水性も高いので結構手軽にどこにでも背負っていけるようなバックパックで気に入ってよく使っています。ここのですね、真ん中のところに2本ベルトが通ってるんですが、穴がですね 1,2,3 個ぐらいあって、ここの中身がどれぐらい入ってるかによってここのですね留め具の部分の長さを調整できるようになってます。私はですね、仕事用のものを入れるときは結構毎回パンパンにしちゃうので、いつもここの一番上の部分を使ってる形になります。あともう1点気に入ってる点が、こちらのバッグを背負う部分なんですが、ここの紐の調整の部分にですね、輪っかが1個ついていて、ここはちょっと紐がプラプラしてるだけで少しだけカジュアル感が出てしまうので、それをここのアイテムで綺麗にキュッとまとめるだけでかなりシックな印象に近づけることができるようになってます。こことかもすごく好きな点の一つですね。あとはここのサイドがですね、私ちょっと今パンパンにバッグの中身を入れちゃってるんで使えないんですが、荷物が少ない時とかはここのスナップでですね、ここをパチンと留めることができるので、より平べったくスタイリッシュに使うことができるようになってます。それでは早速、まずこのバッグの外側のあたりから紹介していこうかなと思います。で、外側のポッケはここに2つある形なんですが、この2つのポッケにはよく取り出すものを入れるようにしてます。まずこちらのナイトアイズのカラビナで留めてる部分のポッケなんですが、このナイトアイズのカラビナね、ファスナーのところにですねロックをかけるようにしています。というのもですね、ここに入れているのがお財布が2つ入ってます。やっぱりここの外ポケットってよく取り出すものを入れたいので、お財布とかを入れているんですが、とはいえこういう外側のところにファスナーだけのロック機構でこういうお財布とかを入れておくのってちょっと不安だなっていうのがあるので、私はですねこのナイトアイズの2番のカラビナでここのジップの部分の金具のところを止めて簡易的にロックをかけるようにして使ってるっていう感じです。で、お財布についてなんですが、私はですねお財布を2つ使っていて、よく使うのがこちらのザ・リッチのお財布の方になります。前作った一人映画用のバッグの中身の時はこっちの白い方のザ・リッチの方のお財布を使ってたんですが、これがですねもう何年も使い込んでるので、ここちょっとひびが入ってしまったりとか、あとはここの裏側のところがちょっと欠けちゃったりしたので、前使ってたのはポリカーボネートの素材だったんですが、今回はやっぱりすごくお気に入りの財布ということでカーボン素材の方に買い替えました。これがですね本当にかっこいい見た目で、これ光の反射の具合でここのカーボンの模様がですね浮き上がるようになっていて、これがめちゃくちゃかっこよくてすごく気に入ってます。使い方は結構簡単で、ここにくぼみがあると思うんですけど、このくぼみをですね指で軽く押してあげると、ちょっとここの上のところからカードが出るので、あとはですねここの下の部分を軽く指で押してあげたら、ここのですねカードを挟んでるところに隙間が出るので、そこに指を入れて抜きたいカードを抜いてあげるみたいな形で簡単に使うことができるようになってます。これがすごくカードが取り出しやすい機構になってるので、私の場合はよく使うクレジットカードだったりとかポイントカードをこの中に入れるようにしてます。これ裏面のところにこういうバンドがついていて、ここには現金のお札とかを挟むこともできますし、私の場合はですねクオカードとか図書カードをここに挟むようにしています。で、もう1個のお財布がこちらですね。クリアタイプのお財布を現金用の財布としてもう1つ持っています。私は電子マネー派なので、実は現金ってほとんど使わなくて、あまり取り出す機会はないけど、持っていたい保険証とか身分証とか決済には使わないようなカード類と現金だけをこの中に入れるようにしています。こちらのちっちゃいクリアケースには小銭が入れられるようになっています。簡単にスナップで開く感じですね。で、こちら側ですね開くと、ここのですね大きいところにお札とか商品券とかを挟めるようになっていて、ここの部分がですねこういう風にゴムがついていてカードが入れられるようになっています。結構伸びはするんですが、実はですねこれあんまりここにカードを入れすぎると、ここをこうやってまた丸めて締める時にですねここのスナップの部分の長さが足りないっていう風になっちゃうので、個人的には免許証ぐらいの分厚さだと4枚か5枚が限界か
かなっていうような感じです。続いてこちらの右側のポケットなんですが、こちらもですね、取り出す頻度が多いものを入れていって、まずはアルコールの消毒液になります。今のご時世必需品なので、取り出しやすいこの外側のポッケの中に入れるようにしています。で、もう一個が、こちらもですね、前のカバンの中身動画にも出てきたんですが、タッチペンになります。基本的にはこちらのお尻側の部分のタッチのところを使って、不特定多数の人が触ってる部分になるべく直接手を触れないように、映画のチケットとかを画面から発行する時とかはこのタッチペンでタッチしてチケットを発見するみたいな風に使っています。あとはこちらのブリステックスのリップクリームとオペラのリップカラーを入れています。で、外側のポッケ2つはこんな感じなんですが、もう1個ですね、実はここの下の方にちょっとぶら下がってる四角いものがあると思うんですが、こちらがですね、ここがマグネットになっていて、こんな感じでガバッと綺麗に開けるようになってるものなんですが、これがですね、バックハンガーになってます。ここのギザギザの部分を机にこういう風に引っ掛けて、バッグとかを吊るせるようにできるようなアイテムですね。バックハンガーっていうと、こちらのクリッパとかがすごく有名かなとは思うんですが、私もですね、クリッパずっと使ってたんですけど、このバッグで仕事をしている時とかって、実は仕事帰りとかに映画館に寄ることがあるので、そうするとこういうキラキラ明るい色のクリッパをつけてると光が反射しちゃうんですよね、映画館の中で。なので最初はこっちのクリッパの艶消しタイプのブラックを買おうかなと思ったんですが、このクリッパが結構重たいんですよ。ここにぶら下げてる時とかに、後ろ手でクリッパを探ってる時とかに、ここの指の甲がですね、クリッパにカツンって当たると結構痛くて、もうちょっと軽くて真っ黒で使いやすいものないかなっていう風にやって探したのが、こちらの四角いバッグハンガーになってます。ここの角度も結構大きめに作ってあるので、割とお店の机とかが分厚くてもどこでもバッグを気軽にかけれるようになるので、かなり気に入ってます。クリッパよりも 10g ぐらい軽いので、後ろ手で探って、手とかに当たってもそんなに痛くはないかなっていうような感じです。唯一の難点で言うと、クリッパとかだとこういう風にここが丸くなってるので、丸い手すりとかにも結構荷物がかけやすくはなってるんですが、これがですね、一応ここに滑り止めはついてるんですけど、フラットな形になってるので、丸い手すりとかだったりすると少し不安定になるかなぐらいの欠点がある感じですかね。クリッパみんな使ってるし、もっと真っ黒でマットなものが欲しいっていう方はこちらのバッグハンガー結構おすすめです。はい、この外側が全部紹介し終わったので、次は中身の紹介をしていこうと思います。このバッグはですね、ここが引っ掛けるタイプになってるので、こんな感じでよいしょ、外してあげると中を見ることができるようになってます。まずはですね、ここのところからシューッと紐が伸びているこちらのバッグインバッグから紹介したいと思います。これはですね、このバッグにもともと付属しているものではなくて、実はですね、ザラの別のバッグについてきたものをバッグインバッグとして使用しているものになります。まず手帳と携帯用のハサミと筆記用具を2つ入れています。手帳についてなんですが、こちらがですね、モレスキンの手帳になります。こんな感じでちょっと革っぽい素材になっていて、すごく落ち着いた印象なのも気に入ってますし、あとはわざわざこれにですね、追加でカバーをかけなくていいっていうところもお気に入りポイントの一つです。ここのですね、モレスキンの手帳から飛び出しているこちらの青いものはですね、昔ほぼ日手帳を使ってたので、その時に買った下敷きをこちらのモレスキンの手帳にもそのまま流用している形になります。ちょっとサイズは大きいんですが、一応ここのゴムで止まることは止まるので許容範囲かなと思ってそのまま使い続けてます。プラスですね、結構いいなと思う点が、こういう風に飛び出しているので、ちょうど書き込みたい週とかのところにこれを入れておけば、あとはこの飛び出しているところに指を引っ掛けてパッと開くだけで書き込みたいページをすぐ開けるので、その点でも結構こちらの下敷きは気に入ってます。あとはですね、ここに定規がついてるのも結構嬉しいポイントですね。で、こちらの筆記用具3点なんですが、1本目のこちらがですね、フリクションの3色ボールペンですね。これセーラームーンとのコラボフリクションで、パッと見はどんな柄かわからないんですが、よーく見るとセーラームーンのアイテムとかがここに書かれているっていうような形になってます。で、こちらの真っ黒なペンがゼブラのブレンっていう油性ボールペンですね。めちゃくちゃシンプルな見た目なのと、プラス書き心地がすごく良くて、フリクションで書いてはいけない書類とかがたまにあったりするので、そういう時はこちらのブレンのボールペンで書き込むようにしています。で、最後こちらがですね、携帯用のハサミなんですが、こうよいしょ、こんな感じで開くと携帯用のハサミが飛び出すようなものになってます。これがですね、ちょっといつ買ったか思い出せなくて、多分洋服を買ったその日に着て帰りたくてタグを着るように買ったやつだったかなと思うんですが、100
キンだったのか無印だったのかも思い出せず、無印でも検索してみたんですけど出てこなかったんですが、カフェとかで作業してる時とかも紙に書いたものを別の部分に貼りたい時とかが結構あったりするので、そういう時にこれでちょきちょきっと切ってそっちに挟み込んだりみたいなこともできるので、結構気に入ってるハサミです。でこちらのザラのバックインバッグの中身はこんな感じですね。ちなみにこれなんですが、中がですね赤くなってて、こことかもお気に入りポイントの一つです。こちらのバックインバッグの紐にくっついているのがAirPods Pro になります。前一人映画用のバッグの中身を紹介した時とは別のケースに変えていて、実はこれがですねこんな感じで振っても中身が出ないような形のケースに変えました。こっちがですね前使っていたケースなんですが、ここがですねパカパカ開く感じなので取り出しやすいんですけど、たまにここをカラビナで持ってぶら下げてると勝手にケースのここの上の部分だけはパカッて外れちゃったりとか、あとはポケットから出した時とかにパカッと開いて中身が飛び出るんじゃないかってヒヤヒヤすることが何回かあったので、 AirPods そんなに安いものではないですし、なるべくなくしたり壊したりしたくないなっていうのがあったので、こちらの中身が飛び出しにくい方のスピーゲンのケースに変えました。実は防水にもなっているらしくて、ここが一応中身が見えてる形なんですけど、生活防水レベルの防水は結構しっかりできているのかなと思います。でナイトアイズの3番のカラビナは引き続きこちらのケースでもつけています。このナイトアイズのカラビナがですね、前の動画でも何回も言ってるんですが、ここにですねロック機構がこうやってついているので、せっかくこのロック機構でぶら下げても外れないようになってるのに、ケースからここの中身が飛び出たら意味ないなっていうのもずっと思ってたので、本当にこのケースに変えてだいぶ私の中の AirPods Pro が完全体になったなと思います。続いてがよいしょ、こちらですね、ポーチっぽいものなんですが、これはですね筆箱になってます。柄がですねよく見ていただくともしかしたらわかる方にはわかると思うんですが、実はこれ弱虫ペダルのコラボ筆箱になってます。ジップを開けると実はここにもこんな感じで荒北さんがいたりしてます。で筆箱の中身はですね、シャープペンシルとそのシャープペンシルの回芯だったりとか、カラーペンとかマーカーとかを入れてたりしますね。実はこの筆記用具を入れてる理由としては、さっきの手帳とは別にですねもう一個ノートを入れていて、よいしょ、こちらのですね英語サイズのノートを実は別に入れていて、自分のアイディアだったりとか打ち合わせの内容をメモするように入れてるんですが、何かこう自分のアイディアとかを出す時とかってフリクションとかボールペンとかじゃなくて鉛筆だったりとかシャープペンシルで書きたい、あとは色を使って書き留めておきたいことが結構あったりするので、そのためにこちらの筆箱と筆記用具も別で入れてるような形になります。このノートについてなんですが、最大の特徴がですね、まずここの表紙なんですがビニール系の素材になってるのでアルコール消毒ができるんですよね。外でなんか作業した時とかって家でその作業したものを見返す時ってできれば消毒したいなって思っているので、結構気軽にアルコール消毒できる点が気に入ってるっていうのと、あともう一個がですね、ここのサイドのリングなんですが、これがですねこんな感じでめちゃくちゃ柔らかい素材になってるんです。ペンを書いてる時とか小指の部分とかがここのリングのところに当たっても全然痛くないので、集中を途切らすことなくアイディアとかを書き留めることができるので、その点でもこのノートめちゃくちゃ重宝してます。挟んであるこちらの青いものが、これもですねほぼ日手帳用の英語サイズの下敷きになってます。この下敷きのいいところが、ここの Today っていうところが飛び出すようになってるので、ここに指を引っ掛けて書き込みたいところをすぐ開けるようになってるっていうのもめちゃくちゃ気に入ってるポイントの一つです。続いてがですね、ここから見えているこの大きなやつなんですが、こんな感じのパソコンケースになってます。これ 3,4 年前に緊急で欲しいっていうのがあって Amazon で急遽買ったものだったんですが、クッション性もすごく高いですし、気に入ってそのまま使い続けてるような形になります。サブのパソコンがですね、こちらのレノボの14インチのシンクパッドですね。これももう5年ぐらい使ってるやつかなと思うんですが、フル HD ぐらいまでだったら動画編集もギリギリできるかなっていう感じですね。 4K はさすがに難しいっていう感じです。サイドのポケットにはまずこちらエレコムの画面用のクロスを入れてるんですが、このクロスがですねめちゃくちゃ良くて、ガジェット系 YouTuber の渡辺和正さんの動画がすごく好きで本当に毎日のように見てるんですけど、その渡辺さんがおすすめしていたクロスで、もうどんなにしつこい手指の皮脂汚れだったりも本当に一発で綺麗に拭き取れるようなめちゃくちゃいいクロスになってます。仕事の打ち合わせの時とかって iPad だったりとかパソコンの画面をパッと見せてこんな感じですって説明することがあるので、そういう時とかにこれでさっと撫でるだけで綺麗な画面にして見せることができるのでめちゃくちゃ重宝してます。
ます。本当にこれはここ最近出会ってよかったアイテムの一つかなっていう感じです。あとはパソコンの AC アダプターですね。あとは一応予備のノートと予備のジェットストリームの3色ペンが入っています。仕事をしてる状況によってはこのパソコンバッグだけバッて持って打ち合わせに出るみたいなこともあったりするので、その時にメモがないと不便な時があるので、一応このパソコンバッグの中にもノートとペンを入れてるような形になってます。こちらのノートは確かセブンイレブンかなんかで買ったやつだったんじゃないかなと思うんですが、本当に一般的な罫線が入ったノートになっていて、こちらもですね下敷きをつけてて、こちらはロール板専用の下敷きなんですが、この子にも全然使えるのでそのまま流用して使ってるような形になります。でここの輪っかのところにペンを通しとくっていう感じですね。ちょっと3色ボールペンだとここの部分に入れてしまうとほんとパッツンパッツンになって出し入れがしにくくなっちゃうので、私はこの3色ボールペンのここの部分だけよいしょこんな感じで引っ掛けて常に入れるようにしてます。であとはですねこちらの黒い2つの謎の物体なんですが、これがですね iPad とかノート PC とかに段差をつけるための台になりますね。これももう 3,4 年使ってるものなんですが、結構絶妙な角度を作ってくれるので気に入ってます。あとは今こういう平べったいバッグに入れてるので、ここ2個離してそのままスポッて入れてたんですが、こんな感じでですねこういう風に合体することができるようにもなってるので、立体的なガジェットポーチとかを持ってる場合はその中にこの合体した状態でボスッと入れておくこともできる感じです。すごく気に入ってよく使ってます。続いてが実はこの中にですね結構優秀な内ポケットが入っていて、クッション性のある仕切りと一緒にノートパソコンとかがケースに入れずにそのまま入れれるようなポッケがついてます。私この中にはノート PC を入れてなくて、なぜかというとはい、こんな感じで iPad をさらに追加で入れているので、私の場合は出先ではパソコンよりはこっちの iPad を使って作業することも多いので、こっちの内ポケットの方から直接出し入れができるようにしてるっていうような感じになってます。 iPad がですね2018年の第1世代の iPad11 Pro になってます。これカバーとして使ってるのがスマートキーボードフォリオですね。実はですねマジックキーボードの方も持ってはいるんですが、パソコンを持ち歩いてる時はこっちのですねマジックキーボードは重たいっていうのと、テキストを入力する作業はパソコンでやった方が効率が良かったりするので、こっちのスマートキーボードフォリオで持ち歩いてることの方が多いです。で続いて実はですね内ポケットにもう1個入ってるのが紫色のポーチなんですが、これがですね友人から台湾か何かのお土産でもらったもので、中に何が入っているかというと予備のマスクを入れています。ちょうどですねこれがマスク入れにぴったりのサイズで、しかも見た目もですねすごいアジアンテイストで可愛いのでめちゃくちゃ気に入って、ここにマスクを入れて常にこのバッグの中に忍ばせるようにしています。で続いてがこちらマーベルのポーチなんですが、薬とかハンドクリームとか生活系の雑貨をメインに入れてるものになりますね。まずマーベルの中にじゃんとこちらスター・ウォーズの小物入れが入っているんですが、パッと開くと錠剤の薬を入れるようにしています。というのもですねこの手の錠剤の薬ってこういうポーチにそのまま入れておくと出っ張りの部分が押されて中身が出てきちゃったりとか、あとアルミの部分が傷ついて中身が見えちゃったりしてる時があるんですよね。それを防ぐためにあえてこの硬いカンカンの中に入れて薬が飛び出したり傷ついたりするのを防ぐようにしています。あとこちら流せるウェットティッシュとかを入れてます。トイレの便座を拭いたりする時とかにもすごく重宝してます。あとはですね一見ハンドクリームのように見えるんですが、実はですね携帯用のハンドソープになってます。駅のトイレとかって石鹸が置いてないとこが結構あって、そういう時とかにこれを使うようにしています。このポーチの中身の最後がハンドクリームになります。ニュートロジーナっていうところのインテンスリペアハンドクリームというもので、超乾燥肌用の無香料のものですね。匂いがする化粧品が結構苦手なので、ハンドクリームとかも基本的には無香料のものから選ぶようにしています。でこれがですね綺麗に潤ってくれるのに全然ベタつかないようなハンドクリームになってるので大変おすすめです。あとは素焼きのミックスナッツを常に持ち歩くようにしています。お腹が空いた時とかに食べる小腹を満たす用のナッツですね。健康を考えて食塩不使用のナッツを食べるようにしています。でここのバッグの大きいところの最後なんですが、実はここのサイドにですねこんな感じで水筒とかペットボトルを入れる用のサイドポケットが仕込まれています。私の場合はこのバッグを背負ったまま映画館に行くことがあるので、反射物とかはなるべく外側に出しておきたくないっていうのがあるので、それに映画見るときはあんまり飲み
物も飲まないですし、飲みたいなと思った場合はなるべくその映画館の利益になるように映画館で売ってる飲み物を飲むことが多いので、こういう内側に水筒が入れられるようなバッグっていうのはめちゃくちゃありがたいアイテムの一つですね。これ一人映画用のバッグの中身でも紹介したんですが、中身がですねテフロン加工になってるんです、この水筒。なのでコーヒーとか紅茶を入れても匂い移り色移りがしないので、すごく気に入ってよく使っています。であとはここのですね内側にもう一個ポケットがありまして、ここにはですねまずこちらグッチのキーケースになっていて、これも一人映画用のバッグの中身の時に紹介したものなんですが、こんな感じでですね中に鍵が入れられるようになっていて、ナイトアイズの0番のロック機構がついてるカラビナを仕込ませていて、ここにですね家の鍵だったりとか自転車の鍵だったりとかをくっつけるような形にしています。ここのですね金色のチェーンはこのグッチのキーホルダーから伸びているもので、こんな感じでですね全部中にしまっておくこともできますね。でこのチェーンにくっついているこちらのセーラームーンのピルケースの中にはこんな感じで耳栓が入れてあります。昔ちょっと騒音性難聴になってしまったことがあって、ちょっと音量が大きい映画館だったりとか、あとはコンサートの時とかはこの耳栓をつけるようにしてます。この耳栓がですねサウンドハウスさんっていう音楽系のオンラインショップがあるんですが、そこで売ってるプロのミュージシャンの方とかも使うような音楽用の耳栓になってます。ここの内ポケットもう一つがこちらもですねグッチのもので名刺入れになってます。確か社会人になって1年目か2年目の時だったと思うんですけど、美容院で読んでた雑誌にですねこのグッチの名刺入れが載ってて、それに一目惚れしてしまって、美容院が終わったその足で新宿の伊勢丹に買いに行ったものになります。これシックな花柄がめちゃくちゃ綺麗な名刺入れなんですが、実はメンズ用の名刺入れになってます。で中がですねこんな感じですごく落ち着いた紫色の革が貼ってあって、一応123個3箇所名刺が入れられるような形になってます。例えば名刺を 2,3 個持ってる方とかはこっちにメインの名刺を入れて、こっちにサブの名刺を入れて、でもらった名刺はここに入れるみたいな形でいろいろ入れるところを使い分けられるようになってます。でここのポケットにはこんな感じでお守り代わりのラッセル・クロウのロビン・フットのカードとかを入れてたりします。でこのバッグの中身最後はですねモバイルバッテリーとミニガジェットポーチになります。まずこちらのモバイルバッテリーなんですが、これも多分 2,3 年前に買ったもので、ケーブルが内蔵されてるのですごくスマートで薄い感じのバッテリーになってます。容量は1万ミリアンペアなので iPhone とかだったら全然余裕で充電できるような感じですね。でなぜこの薄型バッテリーを入れているのかっていうと、実はこれ理由がありまして、普段使ってる iPhone に重ねて充電しながら使用するのが結構簡単になるんですね。プラスですねさらにいいのがこのガジェットポーチのメッシュのところに不思議な形のシリコンゴムが入ってるんですが、充電する時にめちゃくちゃ活躍してくれます。こんな感じでですね薄型のバッテリーと iPhone を一体化することができるんです。重たくはなってしまうんですが、こういう風に一体化することによって充電しながら iPhone をいじるのがすごく便利になるので、仕事用のバッグの中にはこの薄型のバッテリーとこのシリコンゴムのバンドは必ず一緒に入れるようにしています。はい。でこのガジェットポーチなんですが、こちらはですね無印のガジェットポーチになってます。さっきお見せした通り、まずここの外側のメッシュの部分にはこのシリコンゴムのバンドだけがすぐさっと取り出せるように入れてある形ですね。こちらのメインの中身なんですが、ここがですねまずこれ使ってる YouTuber の方とかめちゃくちゃ多いんですけど、サンディスクのポータブル SSD ですね。外で作業する時とかにパソコンで作業したものを iPad に移したりする時にめちゃくちゃ重宝してます。すごいおすすめのポータブル SSD です。であとは SSD をつなぐための USB ケーブルで USB-A から USB-C に変えられるような形のアダプターが一緒に付属しています。こちらのコードはですねサンディスクのポータブル SSD に付属してきたものですね。すごく便利なので一緒に常に入れるようにしています。でもう一つ、先ほどのモバイルバッテリーとつなぐことが多いんですが、アンカーのケーブルを入れていて USB-A からマイクロ USB と USB-C とあとはライトニングに切り替えられるようなこういうアダプターがついた形の USB ケーブルを一緒に入れています。これがですね本当にめちゃくちゃ便利で、 3,4 年前に買ったガジェットとかもよ
よく使っているので、やっぱりこのマイクロ USB がないと困っちゃうんですよね。とはいえ iPhone とか iPad とかも一緒に持ち歩いてるってなると、やっぱりどうしてもライトニングケーブルと USB-C のケーブルも必要になってくるので、1本でその3つの役割をしてくれるっていうのがめちゃくちゃ気に入ってます。ガジェットポーチの中身はこれで以上ですね。実は結構本格的に仕事をする時とかはもっと大きいガジェットポーチを持ち歩いてたりとかするんですが、最近はやっぱりこういう状況なので半日かけて外で作業するみたいなことも減ってきたので、今はこういうちっちゃめのポーチにちょっとしたガジェット類を入れて持ち歩いてるような形になります。メインのガジェットポーチについてはまた別で動画作ってご紹介しようかなと思います。あ、まだもう1個ありました。これが最後です。これが何かというと、実はこれエコバッグになってます。 A4 のノートが入るぐらいの大きさのエコバッグになってますね。この仕事用のバッグが仕事道具で結構パンパンになってるので、いつも使ってるシュパットのエコバッグがちょっと大きめなので、何か小さめのいいやつがないかなと思って探したのがこちらのゼロドットのエコバッグになります。こちらのエコバッグのお気に入りポイントとしては、コンパクトにまとまるっていう点と、このシワの部分が実は形状記憶になっていて、こんな感じで簡単に折りたたむことができるようになってます。エコバッグの中で結構重視してるのが畳みやすいかどうかっていうのをかなり重視していて、その点でもですね、こちらのゼロドットのエコバッグはこんな感じですぐ簡単に畳むことができるので、めちゃくちゃ気に入ってます。コンパクトで必要最低限のものが入るエコバッグが欲しいっていう方には非常におすすめのバッグになってます。はい、ということで以上、私の仕事用のバッグの中身のご紹介でした。少しでも皆さんの参考になってれば幸いです。このガストンルーガのバックパックなんですが、ガストンルーガさんから割引コードをいただいているので、もし気になったよっていう方がいたら概要欄に割引コードと URL 貼っておくので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということでここまで見ていただいて本当にありがとうございました。今後もですね、こういった身の回りのものとかお気に入りのものを紹介していこうかなと思うので、チャンネル登録などぜひよろしくお願いします。それでは、みやまでした。バイバーイ。